ようこそクレイの森へ。今回はこのシーンを作ってみました。千尋が来る時に通った階段を降りようとすると、その先には広大な海が広がっていました。すると華やかな色に光る船が岸に着き、中から不気味な仮面が次々と降りてきます。よく見ると、仮面の横にはマントをまとったような影の姿が映っています。そして、その仮面が陸に上がると、まるでペンキを垂らしたように、頭の先から足元へとその不気味な本来の姿が次第に現れました。主要な項目のタイムラインをご案内しますので、興味のある場所からご覧ください。ここが私の作業机です。構想、工作、録画、編集のすべてを、この1平方メートルの机の上で行っています。撮影前にジオラマをセットアップしている様子です。今回は、お面とお面をつけた神様を吊るために細い糸が必要です。そのために、ストッキングの繊維を取り出して使います。動画では照明を強く当てるので繊維に光が反射して見えますが、肉眼では、よほど注意してみないと、この線には見えません。空中に浮いているものを表現するときに、とても有効な方法です。黒のストッキングでお面をつけた神様の影を作ろうとしましたが、丸まってしまってうまくいきません。失敗。仕方ないので、薄い紙を灰色に印刷して影を作ることにしました。次回船の中の賑やかな明かりは LED の装飾ランプを使いました。夕暮れ等200円。船の降り口の床が降りる場面もストッキングの繊維を使いました。配置が終わり、撮影の照明を動かして影に動きをつけてみました。片手で撮影、片手で照明を移動させるのはちょっと大変で、映像がブレてしまうので、ちょっと工夫が必要そうです。今回は船全体のイメージと神様の大きさと船の大きさを決めるために2枚のスケッチを描きました。作業中に大きさと形状の確認に使います。スチレンボードを切り出して船のパーツを作ります。船は1階、2階、屋上デッキの3層構造です。
1階と2階の窓はくり抜いて、中の光が見えるようにします。切り抜いた部分は、バリを押さえて表面を整えます。壁の内側にカッターで筋を入れて、きれいに曲がるようにします。それぞれのフロアのデッキを取り付けていきます。使っている接着剤は布用のもので粘度があって、すぐに接着できますが、曲面を接着するのに、位置がずれないように針で仮固定します。デッキの柱と欄干を作るために、スチレンボードを細切りにします。大きな部材から固定位置を確認して取り付けていきます。最後に出口の渡り橋を作って船の構成品は完成です。アクリル絵の具で船に色を塗ります。本来木質のイメージですが、船に装備された照明に照らされ、明るいオレンジ色に浮かび上がるイメージに仕上げます。船の中からの照明で浮かび上がるように見せるために、照明の影になる外の部分にやや暗い色を重ね塗りします。屋上デッキの展望室の中に LED 照明を入れます。電球色。デッキの奥の部分に黒いスポンジシートを貼ります。1階と2階の室内の照明用に LED の照明灯を使います。この照明は自動的に色を変化させることができます。
ペイントソフトでお面を描いてプリントアウトします。絵が細かいので、写真印刷モードで印刷しました。紙粘土を使って面をつけた不気味な神様の形状を作ります。後に表面にラテックス粘土を貼るので、大まかな形状を作ります。ラテックス粘土に黒と赤のアクリル絵の具を混ぜて、神様が着ている暗い赤色のマントにします。夫、お姉ちゃん猫の2人が乱入。金属尺を敷いて一定の厚さになるようにローラーで押し伸ばします。先ほど紙粘土で作った神様の表面に貼っていきます。余った部分をハサミで切ってから切断面をさすって平らにします。襟とマントのシワをつけていきます。裾をギザギザに切って塗装が垂れたような形状にします。
赤と青と白を混ぜて、紫色に調色した粘土で帽子を作ります。神様のマントに光が当たった部分に明るい赤色を塗ります。先に準備しておいたお面を取り付けます。紙粘土を調色して、神様が手に持っている釈符を作ります。釈を取り付けて、お面をつけた不気味な神様が完成します。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも皆さんにも粘土工作を楽しんでいただけるように、わかりやすい制作の説明動画を作っていきたいと思っています。私の動画作りの励みになりますので、この動画が気に入っていただけたら、いいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。また、このチャンネルでお会いしましょう。